皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今回の台風10号で雨ざらしになってしまった我が家の多肉たち。そんな中、このミニベルを見ると水を吸って葉に張りが出ていました。隣の温度計を見ると30度を超えています。まだ土が乾いていない多肉たちが気になります。調子の悪い子は特に、いつまでも土が濡れているとそのまま樹れてなくなってしまうこともあるんです。このアメージンググレースは葉が1枚樹れていました。土がまだ乾ききっていないこのビヨンテもなんだか少し怪しい感じがします。後で確認してみるとやっぱり葉は樹れていました。去年の11月に購入したこのクリスペートビューティーを覚えていますか？小株がたくさんついていて、株分けをした小株ちゃんたちのその後の様子です。6センチポットいっぱいに葉を広げています。こんな株もあれば、ちょっと調子が悪くてなかなか成長できない株もあります。親株から3株外して株分けしたんですが、この株だけがどうもうまく成長していないようでした。そして3つ目の株は順調に成長しています。外した小株がすべて無事に夏越しできて一安心です。この日は朝は曇り空だったんですが、昼から日が差してきたので遮光ネットをまた張りました。秋はまだまだ先なんて思っていましたが、少しずつ日の角度も変わり、多肉棚の奥にも日が入るようになってきたので、新しい多肉棚にも遮光ネットをかけました。そして葉焼けしてしまって葉が樹れてしまったマディバのその後の様子です。まだ小さいですが、新しい新芽が出てきていました。ここで少し前に仮寄せ植えしていたエスメラルダの葉が枯れていました。カットするには少し時期が早かったようです。この動画では登場が少ない見せ場屋ですが、この場所が合っていたのか、とても元気よく育っていました。その一方で葉が枯れてしまっているのはエリザベスです。この場所には合っていなかったのか、たくさんこぶいていた小株ちゃんたちも残ったのはたったの2株でした。そしてこのサンバーストの石化は枯れ葉を取っても取ってもまた枯れ葉がついてしまっています。よく見ると石化に混じってきれいなロゼットの小さなサンバーストがいました。この子をカットして育てたら石化になるのか気になりますね。このリングアスは少し徒長気味ですが、無事に夏越しできて一安心。今回の台風以外でも家の前の手前側に置いてある多肉棚の多肉たちは雨が降るたびに雨ざらしになりますが、それでも可愛く育っているのがこの子宝草です。お一人様で植えているとこんな風にすぐに大きくなって葉の周りにたくさん小株をつけて、落ちた小株がその下でまたすくすくと成長していました。増えすぎるのもちょっと困りますね。
糸島のグリーンピクニックさんにも置いていなかったピレやペペロミオイデスを近所のホームセンターで見つけたので購入してきました。実はこの小さい方の株は植え替えしたその日に仕事から帰ってきた旦那が作業台の上から落としてしまい鉢を割ってしまったんです。そのため葉が少し折れてしまっていました。大きい方の株には株元に小株がたくさんついていました。植え替えるついでに小株を外して鉢上げしたら5株もついていました。梅雨の長雨に当てて調子を崩していた七福神です。この小株は先日外して隣に植え付けていたんですが、この台風で親株の方は茎が曲がってしまっていました。ロゼットの付け根には小株ちゃんがたくさんついています。この小株ちゃんを大きく育てようと思いカットすることにしました。この茎を見れば見るほどなんか怪しいんですよね。早めに小株ちゃんを外しておいてよかったです。長く伸びている茎になるべく小株を残してロゼットの付け根からカットしました。あんなにたくさんあった七福神も大きなロゼットの子はこの一株だけです。たくさん小株も外していましたが、すべて梅雨の長雨とこの夏の暑さでダメになってしまいました。この大きな七福神、ダメにしたくはないので、枯れ葉を取り除いた後は、カットした茎を乾かしてから、この鉢にまた植え付けようと思います。カットした茎の方を見てみると、少し切り口が茶色くなっていました。もしかしたら、この小さな株は育たないかも。ちょっと心配です。カットしたロゼット部分の茎を見てみると、切り口もしっかり乾いていて、こちらは大丈夫そうですね。梅雨の長雨にも耐えてくれていた小さな七福神は、夏の暑さで枯れていました。硬くなってしまっている土の表面は、七福神が植えやすいように少しほぐしておきました。この小株ちゃんはお盆明けに株を外して土に刺しておいたんですが、しっかり根が出ていました。ついている枯れ葉、やっぱり気になっちゃいますよね。カメラを持ちながら撮影していたので、片手で撮るのはちょっと難しかったです。抜いたついでに、この小株ちゃんには移動してもらいます。根っこも出ているので大丈夫ですよね。先ほどカットした七福神は、この広いスペースに植え付けていきます。と言ってもカット苗なので、植え付けはこれで完了です。この七福神が増えてくれますように。もう一つ調子が悪いのがこのブルーリボンです。置き場所が合っていなかったのか、葉に黒い点々が出てきていました。置き場所を変えて少し様子を見ることにしました。いきなり
日向ではなく、遮光ネット越しに日が当たる場所に移動させました。そしてカットしたこの小さなブルーリボンも葉に黒い点々が出ていました。今回は台風後の庭多肉の様子を見ていきました。いかがでしたでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。